毎日寝たまま5分頑固な肩こり解消フォームローラールーティン始めていきましょう。首肩こりや頭痛、背中の張りを解消して背中痩せしたい方におすすめです。ということで、まずはローラー縦向きに置いて、ローラーに背中から後頭部が乗っかるように仰向け、両膝立ててお尻を浮かせて肘を上下に大きく動かします。この時のポイントは、お尻をちゃんと浮かせることと肘をなるべく大きく動かすこと。肘の動きが大きければ大きいほど肩甲骨が連動して大きく動いてくれるので、ローラーが当たる肩甲骨内側の筋肉がしっかりとほぐれてくれます。この時腕が前に出やすいので、腕を軽く後ろに引いた状態で大きく動かすことを意識します。で、次に肘を前後に大きく動かすこと。で、この時もお尻が下がらないようにしっかり上がった状態で肘をなるべく大きく動かすことを意識します。で、この時も肘がちょっと上に上がって肩が上がりやすいので、肘をぐーっと下げた状態、肩を下げた状態で斜め下に引く意識をしていくと、より肩甲骨がしっかりと動いて肩甲骨の位置も整いやすいです。肘が床にタッチするくらい大きく動かしていきましょう。肩甲骨をぐっと寄せる感じで、次体を起こしてローラー横向きに置いて脇をほぐしていきます。脇を乗せたら、そのまま上下に細かく転がっていきましょう。体の余計な力を抜いてリラックス。まずはこの脇の後ろ側のひだの部分、つかめる部分をこんな感じでゴロゴロとほぐしていく。で、胸を斜め上に向けた状態で上下にゴロゴロ、腕の付け根の後ろ側をほぐすイメージですね。この辺はかなり痛いと思います。体の余計な力を抜いて。で、反対側もですね、ローラーに脇を乗せるように横向きになる。で、このまま上下に細かく転がるだけで、硬い部分を探しながら細かくゴロゴロとほぐしていく。痛いなーっていう部分があれば、そこを入念にほぐして、ただローラーに乗っけるだけでも大丈夫なので、しっかりと緩めていきましょう。で、胸を斜め上に向けた状態で上下にゴロゴロ、腕の付け根の後ろ側を緩めていきます。この辺はかなり痛いと思います。腕をいっぱい使う方は脇から肩こりを感じやすいので、しっかりと緩めて。で、次にローラーに首の横を乗せるように横向きになる、この形。このまま首を左右にねじって、首の横から斜め後ろ側にかけてをほぐしていきます。で、この時なるべくローラー深くに首を乗せて、首肩の付け根がローラーに当たるようにした状態で、こんな感じでゴロゴロとほぐしていく。そうすると首肩付け根のこりも緩みやすいです。で、動くのがめんどくさければこうやって乗っけてるだけでも大丈夫なので、持続圧で頑固な肩こりを緩めていきましょう。で、反対側ですね、反対の首の横を乗せるように横向きになる。このまま首を左右にねじって、首の横から斜め後ろにかけてをゴロゴロとほぐしていきます。で、肩こりって言っても肩後ろのこりとか肩甲骨周りが気になる方もいれば、こんな感じで肩上のこり、首から肩の付け根の部分が気になる方もいると思うので、自分が気になる部分だけじゃなくて全体的にほぐすことで、その気になる部分もしっかりと緩んでくれます。で、次仰向けになったらローラーに背中を乗せる。頭の後ろで手を組んで肘先上、お尻を浮かせて上下に細かくゴロゴロと転がります。肩甲骨の内側、背中の上の方をほぐしていきましょう。体の余計な力を抜いて、頭が上がりやすいので軽く下げた状態、だらーっと力を抜いた状態で肩甲骨の内側をほぐしていく。この辺はね、特に硬くなりやすいので、縦向きのローラーでほぐすだけじゃなくて横向きのローラーでもほぐしていきます。で、同様に今度は肘を開いた状態で
ゴロゴロとほぐしていく。感覚としては肩甲骨の表面がほぐれる感覚ですね。ここにも肩こり筋、棘上筋、棘下筋といった肩こり筋があるので、内側と表面両方ほぐすことでより頑固な肩こりが解消しやすいです。このゴリッゴリッとする感覚があると思うんですけど、大丈夫なので続けていきましょう。余計な体の力を抜いてリラックスしながら行っていきます。はい、お疲れ様でした。ここまでやってあげると、この肩から背中周りがスーッと軽くなった感覚があると思います。これを毎日続けていくと、肩こりが解消するだけじゃなくて肩こりを感じにくくもなってくれるので、ぜひ毎日の習慣として続けてみてください。あとこの他にも頑固な首こりを解消するリリースルーティンとか、あとは肩甲骨剥がしで背中痩せする方法なども動画でご紹介しているので、ぜひチャンネル登録とコメントをお願いいたします。ではまた。